こんにちは。新食系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。今回はこちら。お参りの際に手を叩くのはどうしてという話をしていこうと思います。皆さんはどうして手を叩くと思いますか？神社で拍手を打つなとか音を出すなって言ってる占い師さんとかおりましたよね。あとは手を叩くとご利益があるとか神様を呼んでいるとかいろいろ言われているみたいですね。なので今回は拍手についてお話をしようと思います。それではまずはじめにそもそも拍手とはからお話をします。拍手というのは一般には感情の表現方法でございます。驚いた時に打って、喜んだ時に打って、感心した時に打って、楽しい時に打ってっていうクラスメートの中にいらっしゃいませんでしたか？楽しい時テンションが上がっちゃって手を叩いて大笑いする子とか。じゃあ神前での拍手はどういう意味があるのかと言いますと、神前の拍手は敬意の表現方法の一つでございます。お辞儀と拍手を合わせることで丁重に敬意を表しているのです。敬礼作法の拍手は平手とも柏手とも呼ぶことがございます。卑弥呼の記述がある魏志倭人伝にはすでに登場しておりまして、大人の敬するところを見ればただ手を打ち持って気配に圧とありました。この頃から拍手は目上の人への挨拶、気配というのは膝をついて拝むという意味なので、礼法を表す敬礼作法だったと考えられております。神職の作法の教科書として使われております彩色体制という書籍がありまして、拍手に関する説明の欄で、拍手は我が国独特の敬礼作法で、いわゆる横の礼の代表的なものであるとあります。横の礼というのは、敬礼作法は縦の礼と横の礼に分けられまして、腰を折ることで敬意を表現するのは縦の礼、はいとか言うとかがこの縦の礼ですね。で、手で持って敬意を表現するのは横の礼に分類されるんです。拍手は横の礼に属します。なので拍手は敬礼作法、敬意を表現する作法ということでございます。手を叩くのは神様を呼び出すためと考えている人もいるようですが、音を出して呼びつけるっていうのは目下にやる行為でございます。召使いを呼びつける呼び鈴とか昔ありましたけど、神様相手にそれは不敬でございますね。会社の社長相手に、社長私が来ましたよ、ちょっとこっちに来てくださいってやる社員いますか？いないですよねっていう話です。なのでちょっと違うかな。拍手を平手、柏手とも言うと申しましたね。拍手を平手というのは、文字から見てなんとなくわかるかとは思うんですけれど、ではなぜ柏手とも言うかと言いますと、諸説ありまして、拍手の拍を柏の字に間違えてしまったことによる俗称という説と、手の形が柏の葉っぱに似ているという説、あと食事の時とかお酒をいただく時、物品を受け取る時に手をパンと叩いて受け取る作法があるんですよ。これは来種という作法なんですけれど、かつて食べ物を盛る葉っぱを柏と呼んだことと、また宮中の教前を司った役所で柏手の司という部署がありましたので、食事を前に手を打つことを柏手と呼ぶようになったという説もございます。ちなみに拍手の回数によって2拍手、3拍手、やひら手とは申しますけれど、2柏手、3柏手とは言いませんよ。以上が拍手についての説明になります。みんなわかったかな？たまにね、2杯に拍手1杯は戦後に強制された作法だとか言ってる人がおりますが、この強制されたっていうのが一般の参拝者に強制したとかかっているのか、神社に強制したと言ってるのかちょっとわかりませんので、両方説明しますと、まず参拝者が神社で参拝するときに作法を聞かれることが多いから案内しているのであって、別に強制はしておりませんので、その辺はご安心ください。それぞれの神社の方針があるので、一概にまとめて言うことはできないんですけれど、他の方の迷惑にならない限り、そして著しく不敬でない限り、ご自身の参拝方法でお参りしても咎められることはおおむねないと思いますよ。昔占い師の方が神社では拍手は音を立ててはいけないっていうのを広めちゃっ
て、で、それは忍び手っていう葬式の時に行う作法なんですけれど、何でもない時に神前で葬式の作法を行うのは大変失礼なことでございますので、あまり口を出すことが少ないけれど、見かねていろんな神職さんが口を出すっていうことが昔ございました。でも今言ったような著しく不敬でない限りは、おそらく口を出されることはないと思いますよ。神社の土地柄と神職の性格によって違いはあると思いますけど、で、神社に対しての強制っていう説も一社の古実が認められておりますので、それもございません。一社の古実に関してはこちらの動画で詳しく説明しておりますが、シンプルに言うと、明治以前から行われている神社の伝統のことを一社の古実と申します。その神社の伝統を優先して大丈夫なので、だからこそ神社によって拍手が4回だったり5回だったり8回拍手するところがあるというわけでございます。わかりましたかね？というところで、今回の動画はこの辺で。これからも神社に関する動画を投稿していきますので、チャンネル登録していただけたら私のやる気がすごくアップいたします。いっぱい動画を作るので、ぜひ登録して応援してくださいね。高評価、チャンネル登録お願いします。高評価を押してもらえると YouTube さんがいろんな人におすすめしてくれまして、たくさんの人に解説動画とか見てもらえますので、高評価とチャンネル登録どうかお願いします。